ご視聴ありがとうございます。もっとです。今回は、木ナビさんとコラボレーションを行います。ということで、今日は東京の木をいただきに行って、ショールームを見て、うちの工房で家具を作っていきます。ありがとうございます。じゃあ、使わせていただきます。いただきました。野原、先ほどのいろいろと、そこから出てきたもので、レーザー加工のという会社さんなんですけど、ご自社で右手のチェーンソーはまた別の会社さんで、お話をいただいた時はびっくりしたのですが、木ナビさんの活動をお聞きした時にとても共感するところがあり、今回のコラボレーションとなりました。地産地消はどの地域にとっても大切なテーマだと思います。今回のコラボで得るものは大きかったです。それでは制作に入ります。この木材を使ってサイドテーブルを作ります。今回作るサイドテーブルは 2way タイプ。サイドテーブルとしても使えるし、テーブルとしても使えたり、一部を本棚にすることも可能なものを作ります。製作は至ってシンプルです。今回は角材と板を使って組んでいくんですけど、角材もしくはそれに準じる角材を使うだけでも組み立てが可能なものです。その一部を今回は板材も使ってやるという感じになります。板の厚みは 30mm、角材は 30×30。まずはこの板材から30センチの板を2枚切り出します。最初にここで直角を出します。まずはここでカットして、ここから30センチ、30センチを取っていきます。それでは、墨付けをしていきます。最終的な形は、
こういう感じに3センチの間隔で書き加工をしていきます。そのための墨付けを行います。墨付けをする道具として、こういった平行定規とか、ロータリー毛引きとか、こういうのがあると楽にできるんですけど、これがない場合は、差し金大小と留め型のスコヤがあると便利です。前回の動画でこちらを使った墨付けをやったので、今回は差し金とスコヤメインでやっていきます。それと、墨付けをする前にとても大事なこと。現状のこの部材のサイズを正確に把握しておくこと。まずは、この角材。30mm、30.1、20.95。当初これをいただいた時は 210mm だったんですけど、今現状で 209mm になってます。これは時期的な乾燥もあって少し縮んでいるので、外側から折っていって真ん中で調整するような感じにしようかなと思います。今回はこちらの面よりもの色が変わって変化があるので、こちら側を表面にしようと思います。なので、まずは裏面から墨付きしていきます。30mm のラインを引いておきます。墨線に合わせて横も。次は端から 30mm。必ず一回部材を当てて実測で見た方がいいです。で、今回は合わせて全部線を引いているので、この墨線の外側、各部分に対して外側の線、端までが加工するラインになります。この墨線がなくなるようにカットすればちょうど良いっていう感じになります。次は6センチ、60ミリのところで。その次が90ミリ。そして実際に当ててみて、確認します。そして各部分というのは、2つ以上書いて分かりにします。この表面が終わったので、今度は裏面に移していきます。で、今回はこの墨線を完全に消す感じでカットしていきますので、墨線の一番端っこのところで固定していきます。ここで必ず一回当ててみて、微調整行っておくと、面が揃うので綺麗に仕上がります。こちら側の面からのカットは、こことここ。この線については裏返してからカットします。
ここからはノミで削っていきます。ジグソーをお持ちの方はもう少し奥までカットできるので、切り込んでからノミを使ってもいいと思います。基本的な加工が終わったので、これからこういった角の面取りをしたり、ちょっと装飾を加えたりっていう作業を行います。ここは制作される方の好みでいいかなと思います。今度は先ほど加工した部材を接着して組み立てていきます。で、その時にこういった平らな板があると、これを基準にして組み立てることができます。そしてここに基準となる直角線を目印で入れていきます。今回の仕上がりはここから500ミリなので、そこにも同じようにテープを貼っておきます。
それではね、完成しました。あとは最後の上塗りとして、今回は木工用の蜜蝋クリーム、こちらを塗っていきます。今回は東京の木をいただいて家具を作るという形で参加させていただきました。地元の木を使うということは地元の山、森、そして今ある様々な課題の解決にもつながると思います。今回の体験から地元の木を DIY でも使うということの意味を強く感じるようになりました。このような活動が全国でも広がるととても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。